こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。気づけば2月。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はというと、まだどこか正月モードですかね。だらだら食べてのんびり過ごす時間。なかなか抜けられないですね。そろそろ通常モードに戻していきたいということで、今回は食事のお話です。我慢と根性は最低限。自分自身をちゃんと満たす、そんな節約方法をご紹介していきます。お出かけに小さな安心を。いきなりですが、昔の私の話をさせてください。以前は家を出ると真っ先にコンビニに向かう。それがお決まりのルーティンでした。例えば休日、最寄りのコンビニに行って飲み物を1本、ついでにグミも購入。歩き疲れたら目の前のカフェに入ってコーヒーとレジ前のケーキを1つ。それから帰り道、またコンビニに寄る。今度は家で食べるお菓子を購入。お金がどんどんなくなるわけですよね。今ではカフェにもコンビニにも寄らなくなりました。小さなおにぎりを1つ、外出時のお供にしています。全然手間はかけません。1分で作れる具なしの塩おむすび。小腹が空いた時にちょこっと口に入れる。それだけでだいぶ満たされます。そしてこれもです。水筒。正直水筒って面倒なものだと思っていました。重いし洗うのも大変そう。ですが今ではすっかり相棒です。水筒の安心感ってすごいですね。カバンの中にあるだけで何か買わなきゃという気持ちがスーッと消えました。外で水筒の蓋を開けた瞬間、ちょっと感動しました。寒い冬の日、ほわっと立ち上がる湯気。なんだかもうそれだけで緊張をほぐしてくれるような。この象印の水筒もお気に入り。これ洗いやすいんですよね。自分に合った道具を選ぶ。節約が続く仕組みの一つなのかもしれません。ですが節約って理性だけで続けるのは難しい。もうちょっと旨味が欲しいです。私の小さな贅沢、一つは美味しい塩です。これで作るおにぎり絶品なんですよね。六助の塩ってご存知でしょうか。一袋約1000円。最初は価格に驚きました。ホタテや昆布の旨味が入った無添加のお塩。握るだけで味に奥行きが出る感じがあって、どこか懐かしくておばあちゃんのおにぎりを思い出します。塩だけではありません。美味しい茶葉をストックしておくこと。食器棚の引き出し一つ分、ドリンクスペースにしてみました。塩も茶葉も節約と直結するものではないけれど、カフェやコンビニ代と比べたらぐっと安く抑えられます。外食の特別感を思い出す。外食って気づくと大きい出費になってますよね。なんとなくお腹が空いたから、帰り道だから、作るのが面倒だから。こういうなんとなくにいくら課金をしてきたことか。
マックやうどん、そこまで高くないからいいよねってその時は思うんですが、月末の家計簿を見てびっくり。なんとなくのちりつもはいつだって想像を超えてきます。予定のない外食やめました。だけどここでも気合には頼りません。勝手に外食が減っていく仕組みを作ってみることにしました。まずは食事の時間を挟まないこと。単純ですが、お昼をたっぷり食べてから出かける。夕食前には帰る。外食したいけど我慢しなきゃではなく、お腹が空いていないから外食をしないだけ。このマインドの違い、大きな差を生む気がします。そしてもう一つ、作らなくていいを用意しておく。お出かけってそれだけで疲れますよね。今日は無理。そんな日は意地でも頑張りません。何が何でも自炊とは考えない。お助け食材を使います。多くのご家庭にあるあれ、備蓄です。備蓄って美味しくないものばかりだと思っていました。最近は美味しいのいっぱいあるんですね。本格的なものも多くて驚いてしまいます。料理をしたくない夜、それはある意味で非常時。堂々と封を開けます。自炊と比べれば高いですが、なんとなくの外食より断然に安い。外食しないんですかって思われたかもしれません。いえいえ、外食はちゃんと楽しんでいます。食べることは生きがいでもある。私たち夫婦の外食費は月1万円。これやってよかったなって思っていることが一つ。自炊の費用と外食の費用、一緒くたにしないことです。外食費という枠をはっきりさせた。せっかくの予算なので、本気で選んで全力で楽しみたい。以前よりも外食の美味しさ、ありがたさ、身に染みるようになりました。3、買い出しのさじ加減。節約を始めてから買い出しの回数を減らしました。理由は単純。行けば行くほど余計なものを連れて帰ってくるから。今日は牛乳だけそのつもりだったのに、気づけばカゴが賑やかなこと。今では食料品の買い出し週に1回です。夫婦2人分もりもりの4袋。車がないので夫と一緒によいしょよいしょと運びます。前までは週3か週4、冷蔵庫はいつも満員状態。正直何があるのか把握できてませんでした。週1にしたら冷蔵庫がすごいことに。すっからかんです。だけどきれいに使い切れるフードロスゼロってちょっと誇らしいです。ここで買い出しを減らすコツ一つ。3食の型を作る。といっても全部献立を決めるわけではありません。注目したのはタンパク質だけです。お昼ご飯は低コストな豆か卵。夜は高タンパクな肉か魚。タンパク質の軸さえ決めてしまえば、献立は自然と後からついてくる。食材もイメージしやすくなって、あれがないこれがない、小さな往復が減ったんですよね。そういえば最近、なんか今日のんびりできてる
そんな日が増えたような。これ多分買い物分の余白なんだと思います。4、自分の基準で選び直す。節約をしているとついお得という言葉に心が動きます。1円でも安い方が正解。そう思っていたけど、小さな違和感が生まれていきました。例えばドレッシング。安いものを見つけて、よしって満足して3ヶ月後、冷蔵庫の奥で見つける賞味期限切れ。ああ、まただって、その度に自分の暮らしをちゃんと見てなかったなって気づきます。もういっそ余らせるものは買わない。ドレッシングは手作りです。毎回作るわけではなく、作るのは月1。最近冷凍をするという技を知りまして、これなかなかいいんですよね。水分の多いドレッシングは難しいらしいんですが、ほぼ油のドレッシングなら冷凍できます。それから大容量のお得調味料もたくさん入っている分お得。安く見えても使い切れなければその瞬間に割高です。安かったのにもったいないという小さな後悔。グラム単価だけでなく、これを使い切れるか、今の暮らしに合っているか、そういう自分の軸みたいなもの持っていたいです。これって食べ物だけでなく、物全般に言えることかもしれません。と言いつつ、まだまだ特売の文字には心が揺れます。失敗もたくさんあります。それでも自分にとってちゃんと価値のあるものを自分の手で選び取っていきたい。長く続く節約だからこそ納得を積み重ねていきたいです。さて、ここからは小さな節約ハックを6つどんどんご紹介していきます。品数よりも手軽さを優先。たくさんのおかずが並ぶ食卓。見ているだけで心が躍ります。けれど毎日のこと、正直やりきれない。何品も作るのをやめてみました。初めはなんとなく罪悪感。だけど栄養がちゃんと取れればいいんです。一汁一菜で十分。どうやら汁物に頼るのがコツなのだとか。野菜もサバ缶も海藻も何だって入れてしまえば立派な一品です。たくさん作らなくていい。ハードルが下がってお惣菜に頼ることが減りました。食卓をレストラン風に。お家をレストランにして外食欲を減らす、そんな作戦です。盛り付け次第でいつものご飯も生まれ変わる。よく使う技はこの3つです。お皿に余白を作る。高く盛る。ひとつまみ散らす。味は変わらないんですが、いつもより美味しい気がする。家で食べたいってそう思える日が増えました。お気に入りをどんどん使う。これも大切にしていることです。お気に入りだからとしまい込んだままの器。お客さん用だからと特別扱いしてきたもの。今日のご飯に使ってしまいます。お気に入りをちゃんとめでること。器一つで食事の時間はぐっと豊かになりました。あとちょっとを食べきらない。ありますよね。あと3口。これくらいならってつい箸が伸びてしまう。このあとちょっとを冷凍貯金することにしました。もう一品欲しい日へのお裾分け。
これ後々助かるんですよね。小さなメリハリ。私も夫も毎日一杯のコーヒーを飲みます。このコーヒーにほんの少しメリハリを。平日はお得な粉コーヒー、休日はドリップ。そしてパンにもメリハリをつけてみました。パン屋さんのパンを月に一度解禁しています。小さな特別が嬉しい。なのでそれ以外は自然と欲張らなくなりました。最後、おやつの話です。罪悪感のない贅沢アイス。最近は市販のアイスを買わなくなりました。その代わり焼き芋を一口サイズに切って冷凍します。食べたい分だけ食べれる。これ美味しいんですよね。冷凍庫にじっくり冷凍の機能があれば、それを活用するのがおすすめです。ちょうどいい硬さになります。もしその機能がなければ、カチコチになったお芋をレンジで30秒。これで程よい柔らかさに戻ります。無添加でお砂糖不使用。買えばそれなりのお値段ですが、これならお手頃です。我が家の節約、どれも地味ですね。まだまだ試行錯誤中なんですが、やっぱり節約って得意ではない。数字とのにらめっこも多いです。だからこそまたやってみるかって思えるうまみを作っておく。できない日があったとしても、また塩おむすびを握れたらそれで十分かなって思ってます。最後までご覧いただきありがとうございます。インスタもやっています。よかったらふらりと遊びにいらしてください。それではまたお会いしましょう。